皆さんこんにちは。今日私はイノベーションの話をしたいと思います。イノベーションってもうなんか今日多分いろんな方が言ってるから、定義いいかなと。で今日はこのイノベーションをどうやったら私たちが生み出せるようになるのか、私が普段やってる仕事を紹介します。私はこのイノベーションを自分自身で生み出す活動と、それを研究することで、あと教育活動をやっています。なんとなく体の使い方としては、週のうち3日間は自分の会社で民間企業向けの仕事をしています。で3日間は東京大学に来てイノベーションの教育に従事しています。でもう1日は小中学生向けに NPO の活動をしています。なので仕事イノベーション、趣味イノベーションと、特段趣味なくて、でもなんか趣味言わなきゃと思って考えたのは、週に1回週刊少年ジャンプを読むのをすごい楽しみにしています。まず未来の話から私は入っていきたいなと思います。2050年、どういう世界の中で私たちは生活しているんでしょう。まず知性、おそらく多くの面でコンピューターは人間の能力を上回るようになっているでしょう。次に肉体の面、もしかしたらロボットは私たちの代わりに働いてくれるようになっているかもしれません。じゃあそういう時代を生きる私たちに残されている人間が得意そうな仕事って何がありますかね。私が考えるのは2つあります。自らの意思を持って新しい価値を作り出していくことと、他者と共同しながらその価値を高めていくことですね。クリエイティビティとコラボレーション、この2つはおそらく2050年でも残っているだろうと。つまり2050年にロボットにできない、コンピューターにもできない、人間が得意であると言える仕事はもう明らかですよね。では今日はイノベーションの全体感を簡単に把握してもらうために名著を紹介したいと思います。でもこの本じゃないんです。この本でもないんです。これです。これにはイノベーションの全てが詰まっています。私はこの本を母に10歳の時にプレゼントされたんですね。私その時子供スイッチが入りました。それ以来私の趣味イノベーションになってしまったんですね。でこの本の中には、エジソンの電球のようなすごいイノベーションが50個ぐらい紹介されていて、それに関係している人たち、エジソンに協力した人たちとか助手とかもいろんな人も150人ぐらい紹介されてるんですね。すごいかっこいいと。で一つのイノベーションを複数名でみんなで頑張ってやっていると。すごいかっこいい。でここで紹介されているイノベーションは必ずしも技術革新を伴うようなものだけに限らず、なんかサンドイッチとかね、ティーバッグとか、何か人の技術革新はないけども人の食生活を確かに何か変えているようなものも入っているんですね。なんかワクワクする、かっこいいと。でつまりイノベーションって何かって考えた時に、本質は人だったりとか社会の側から見た時に新しい価値を提供し、それによって私たちの行動とか価値観みたいなものが変わっているということがイノベーションを考える時の本質にあると思うわけです。この本は少なくともそう教えてくれていると。でそこに登場してくる人たち150人いたわけなんですが、普通に考えると10歳の時これ見たら超ワクワクしますよね。私もそうなったわけです。なりたいと思いますよね。そう思ったんです。じゃあ何が必要かと、ここにまた戻ってきちゃうわけですよね。クリエイティビティとコラボレーション。じゃあ私10歳の時の私がどうやってこれらを身につけていくかと、普通に考えて俺ダメだと、天才じゃないしみたいな思うわけです。ジャンプでよく出るんですよね、そういう話って。天才じゃないしみたいな。ヒーローそこからスタートするんですよ、主人公って。どうしようみたいな、努力しなきゃみたいな。でも私もそうだったわけです。だから引っ込み思案ですね。コラボレーションなんて全然無理けど、ここをなんとかできないかと。どうやったら凡人のような私でもイノベーションを生み出し、かっこいい人たちになれるのかというのが私の今の研究上とか全ての活動の根本にあります。で私が考えたのは何かプロセスあるんじゃないかと。こういうふうな仕事の進め方をすればイノベーション創出を支援できるんじゃないかというところですね。実際に本の中見ましょう。これエジソンの電球の生まれたシーン。エジソンが人々の生活を電流を流して明るくしたら価値があるんじゃないかと。
そういうコンセプトを着想し製品を作るというような実験をして、で実際に世の中に出すと。なるほどと。次、この商品が世の中に出始めます。はい。エジソンはその改良もするわけですね、自分で。でも電気がない時代ですから発電所まで自分で作っちゃおうと。10から100、イノベーションです。つまり1コンセプトがあって市場に出ていく、製品化された後に出ていく。でそれが世の中に伝播すると、プロセスがあると。で幸いなことにこれを学べる教育機会であったりとか何らかの方法論っていうのはすごくきれいに素晴らしく体系化されています。じゃあこれで十分なのかと思うと、私自身がそういった領域のことを学んだりですとか実際に仕事をしてなかなか自信を持ってイエスと言えないと。で本を見るとなんと、意図的に隠してた噂もあるんですけどね、0から1っていうのがやっぱりあるわけです。でエジソンは金属に電気を流すと光るっていう当時誰でも知っていたような現象をもとに、これで部屋を照らすとみんなの生活が良くなるんじゃないかっていうコンセプトを着想したと。ここですね、大事なのは0から1の瞬間。じゃあこれどうするのかと。実はですね、もうこの0から1をどういうふうに教育するのか、どう扱うのかということはもうですね世の中で一般的に議論し始めているんですね。東京大学に i スクールというものがあります。イノベーションスクール。2009年に工学系研究家の堀秀之教授と当時博報堂にいらっしゃった田村博さんが設立したイノベーションのための学校です。i スクールではそういったイノベーションを起こせる人材を育成するためにワークショップ形式のプログラムを提供しています。ここでは人とか社会にとってどういうことが価値があるのかということを人間中心イノベーションだったりですとか、一般的にデザイン思考というような言葉が言われることもありますが、そういった方法を使って教育しています。i スクールではいろんな学部学科、いろんな専攻の学生も来ますし、一部社会人の方も参加しています。そういった人たちがある特定のテーマを与えられて何か新しい製品のアイデアとかコンセプトを考えていきます。で今先週私が担当して始めているのはこの暮らしの中のロボットというテーマ。私たちの日常生活の中にロボットがどういうふうに入ってくるのかと。いや何か斬新なコンセプトで製品のアイデアを出して簡単なプロタイプを作りたいと。そうおかげさまでiスクールができて0から1が生まれ、私個人の問題だけではなくて社会的にもすごくイノベーションに近づいたと。素晴らしいと。じゃあこれで十分なのかと。ノーなんですね。iスクールのディレクターがここでノーって言うかっていうところはちょっとあるんですけど、残念ながらちょっとノーかなと。何かと。クリエイティビティイエスと。斬新なコンセプトを出せるようになりました。私もそういうふうに自分でも思うし、学生を見ていてもそう思うと。でコラボレーション、確かに社会人が集まっている、いろんな専門性の学生も集まる。で多様な人たちでワークショップやってすげえ斬新なコンセプト出す、そこまではいいと。けど実際にイノベーションに必要なコラボレーションってそんなワークショップのグループワークっていう狭い意味じゃないんですよね。もっと関係してくれる人ってたくさんいっぱいいて、結局作ったと営業の人にどう売ってもらうんだろうとか、その事業初めて新しいものをどう社長に説明するのとか、いろんな関係者と話をする必要性があるわけです。でそこに何か問題があるんじゃないかと。で私はですねそれを問いを何とか解析しようと思って概念として関数を作ってみたんですね。ちなみに私マスターまで物理だったんでこうやって関数で考え大好き。横軸が何かイノベーションが起こるプロセス、さっき言った1があって10があって100があるっていうものですね。で縦に社会的な価値を取ります。でこのピンクのものは一般的に会社の中で新しいものサービスが生まれていくプロセスを説明しています。例えば、なんか空気清浄機とかね、空気をきれいにするみたいな業界があるとします。ただ部屋の中の空気をきれいにするような装置を作ろうみたいなコンセプトは、世の中にすでに知られているとあるわけですよね。でそれが1だとします。社会的な価値もなんか見えていると。でそこから製品化しようと思うとまずはなんか技術開発をしますと。でだんだん10に近づいていくに従って、こんなハイスペックなものを売っても仕方ないみたいになってちょっとスペックダウンしましょうですとか、ちょっとデザインどうすると、外装的なパッケージってどうするみたいな話を考え始めると。でなんかマーケティング調査とかして、売れそうなものがシュッと世の中に出ていくと、発売されていくと、で世の中に普及すると。これ素晴らしいプロセスですね。すごい綺麗で次の年も同じものが出せると。新しい空気清浄機を作りましょうと。
できますと。室内向けで、これすごくうまくいっていると。けど何か違うんですよね。この繰り返しでイノベーションって起きますかね。すごくかっこいいクールな空気清浄機になるかもしれないけど、なんかコンセプトがずっと一緒なんですね。固定されていると。でここに0から1を入れてみます。0から1のプロセスは、アイスクールでやっているようなプロセスですね。人間側、社会側の価値を大事にするので、実際にフィールド調査やったりユーザーインタビューを早めにやります。だから彼らが例えばですね、空気清浄みたいな分野でも、そもそも部屋だけきれいにしても仕方ないでしょっていう、人が呼吸する全ての空気をきれいにしようと思うと、ここにねつけたがよくないかみたいな発想になってくるわけですよ。だからなんかこう後ろ輪っかみたいな空気清浄機みたいな考え始めるみたいな、なんかインターネットなんかウェブでなんか見たような気するんですね、そういうのを売ってるの。けどそういったことを考え始めると、そもそも空気をきれいにするっていう概念みたいなものをもう一度ゼロから考え直すと、なんかこう少なくともこのプロセスの中ではそういうふうにコンセプト自体を作り直すということが奨励されているわけですね。だからここではコンセプトは固定されてなくて、コンセプトは変わるわけです。でここでちょっと想像してもらいたいんですけど、じゃあコンセプトできましたと。でその人が会社に戻って、来年の空気清浄機これでやりましょうみたいな、鼻に詰めましょう、どうなります？僕はクールだと思うんですけど、でもいや空気清浄機ってこう部屋でねみたいな、こんなもんだよって、これうちら作ってきたじゃんみたいな、鼻に詰めるのこれ違う、俺らが作るもんじゃないでしょってなって、多分検討の訴状に乗らないんですよ。みんな笑ってくれて、面白いねってなるけど、検討の訴状には乗らないんですね。ただそのアイデアを持ってた人ってどこに持ってったらいいか分かんないんですよ、そんなクールなコンセプトを。つまりこれは今まで0から1ありました、1から10ありましたって連続的に見えてるように見えて、実は1に不連続点があると。でこれは1以降は何かこうクラシックミュージックのようにすごく整ったものがすでにあったと、方法論としてですね。で0から1にもロックミュージックのようにそれだけでもすごいクールなものがあったと。でこれを、つなげようと思って1でつなげようなんて思います？すごいかっこいい音楽になると思います？でも私たちは何かのマジックにかかっていて、これをやろうとしてたんです。なので1に何か壁がありますねと、頑張ってその周辺を接続しましょう、フィジビリティを上げましょうみたいなことって結構言われてるんですね。で実際こういう話ばっかりします、この分野では今。でも何か違うと、つまり1から始まっている今までのイノベーションプロセスは、コンセプトが固定されている時にはワークするんだけど、コンセプトが刷新された途端にそのコンセプトの良し悪しは関係なくて、刷新されたからストップするんですよ、思考が完全に、少なくとも会社のシステムでは。だから0から1の方法論はありますと、確実にあると。で1から10もすごくあると、すごい綺麗、どっちも美しいと、ロックミュージックとクラシックですね。けどそれを接続しろなんてバカなことはないと。なのでプロセスとしてはつながってないんですね。じゃあどうしたらいいか、すごく簡単ですよね。これちょっとパクってるんですよね、今回のテーマ分かりますそう、イノベーションプロセスをもう一度作り直せばいいんです。もう一回作曲すればいいって、それが私が今挑んでいることです。0から1じゃない、0から 1.1 を目指すと。この 1.1 が意味するところは、1では終わりません。1.1 の次には 1.2 がある、1.5 もある、その次もあると。でそこまでをちゃんと考えに入れて0から 1.1 までをデザインしましょうと。1で絶対終わらない、これってかなり頭の中のプロセスを考えるとき全然違うものになる。実際違います、私が普段やってる。でこれをやるためにアイスクールの関係者と一緒にアイラボっていうコンサルティング会社を作りました。イノベーション教育を受けた人材、それと大学の研究者ですね、東大の研究者も含めて、他の大学の研究者も含めて、またフリーランスで活動しているエンジニアとかデザイナーの人も一緒に、とある民間企業のクライアントに向けて新しい新事業のアイディアとかコンセプトを刷新するようなプロダクトアイディアを考えると、一緒に考えるようなコンサルティング会社です。で 1.1 まで考えると。でも具体的なことってなかなかちょっと言えないんですね、クライアントいるから。けど一つ紹介すると、 Tips を紹介すると、0から 1.1 のフェーズの中で何かアイデアを考えるみたいな創造的な瞬間があるとしますよね。でそこを例えば0から1を生み出すのが得意な人だけでやんないんですよ。1から10に携わっているエンジニアとか、10から100に携わっている営業系の人、企画系の人も一緒に来てもらうんですね。で、例えばワークショップのようなことを3時間ぐらいやって一緒にアイデアを考えるっていう場を作ると、そのアイデアが最終的に 1.1 に残ってるかどうか関係ないんですよ。そういうのは創造的な行為を一緒にしたっていうのはすごく大事で、実際に私たちの方でクオリティを限られたメンバーでアップさせますよね。で 1.1 に来た時にそれをエンジニアの人に持ってたらどうなるかと。あれねと、アイデア出しに一緒にやったよと。でもうちはさすがに花輪っぽい空気清浄機できないと。けどフィルターの技術を使ったら何かあるかもねみたいな
建設的なフィードバックになるわけですよね。だからそのタイミングで10から100をやってる営業系の人に話を持っていくとしますよね。さすがに空気清浄機何々カメラとかにね売れないよ、そんな花輪みたいなの。けど医療機器メーカーの人と話したことあるよ、あそこだったら興味持つかもね、みたいな建設的なフィードバック来るわけです。そういった創造的なプロセスを一緒にしていると、こういったことに何かコツがあって0から 1.1 のプロセスのデザインをやっています。けど 1.1 のところでよりクオリティの高いアイデアを出す、コンセプチュアルな斬新なコンセプトを出すということも大事なんですが、もっと大事なことがあるんですね。それはコラボレーションです。こういった0から 1.1 のプロセスを常に、特に民間企業の中でできるようになる必要があると。わりかし大きな企業で、だってプロセス今ないんですからね。で2050年を考えてください。私たちの仕事って何なんですかね、人間がやる仕事。だから0から 1.1 を作り出す、そこで何かを作る、アイデアを出すっていうことは今だったら何か特別なもののように感じるんだけど、2050年ぐらいを考えると全然特別なもんじゃないんです。むしろそういった業務が日常業務になっている可能性あるんですよ、人間がやる。で今そういったプロセスがない。じゃあどうするんだっていう話ですね。でここまで考えてじゃあ十分なのかと、これ3度目の正直ですよね。でもまだだなと。けどノーじゃなくなったっていうのが私の今の状況です。何かいいとこまで来ていると、完璧じゃないけど。でイノベーションをどうするかと、いつやるかみたいな、なんか言いたくなるじゃないですかね皆さん何も言ってくれなかったからよかったんだけど、私がここで言いたいのはイノベーションはすぐできないんです。時間かかるんですよ。だって斬新なコンセプト作っても社会に普及しないとイノベーションじゃないんです。だから本当に何年も時間かかるんですね。でもそれをどんだけ頑張るかっていうのもすごく大事。私それいつもやってるすごい苦労しているけど継続してやるしかないですよ。だって私が本に出会ったので10歳の時で、今30ちょっと超えてるんで20年間かかってるんです。けど私の感覚だと、あれから20年しか経ってないのかと、まだまだ大丈夫だと。だから私は、多分これからも長い時間はかかると思うんだけども、イノベーションに大事なのは斬新なコンセプトを作って、でみんなでじっくり進めていくと、このじっくりが大事かなと思っています。ありがとうございました。